ペステレンスマップを7マップ、約1時間回るとどのくらいの報酬が集まるのか。今回実際に周回して集計した結果、火種は24個、装備は162個、変異素材は186個になりました。というわけで今回はペステレンスマップ7マップ分の報酬をまとめて見ていきます。どうも、エミューです。今回はノーレスト・フォー・ザ・ウィケットのペステレンス周回検証です。ペステレンスの基本的な仕組みや安定して回すための方法については以前こちらの動画で詳しく解説しています。今回はその続きに近い内容です。基本的な回し方ではなく、実際に7マップ回った場合にどのくらいの報酬が集まるのかを確認していきます。まだペステレンスの回し方がわからない方は以前の動画も合わせて見てもらえると分かりやすいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずは今回の検証条件です。難易度はハードの語られざる道。使用したのは以前紹介した疫病ガマビルドをベースにした現在の構成です。疫病ガマを使いスタミナ主体で攻撃する点は同じですが、以前紹介したものからダメージの出し方など一部構成を変更しています。今回はこちらの7マップをすべて疫病の強さ4で周回しています。疫病の強さ4では腐敗が3つ付与されます。腐敗の内容次第ではかなり危険になるので、自分が安定して倒せる強さで回るのが前提です。最初から無理に強さ4へ挑む必要はありません。周回にかかった時間は約65分で、集計用のアイテム整理やその他の作業時間を除いています。1マップ平均で見ると約9分。これまで別のビルドで回った場合もだいたい1マップ10分前後なので、今回だけ極端に早い結果ではないと思います。周回の方法としてはボスまで一直線に進んだわけではありません。基本的には道中の敵を倒しながら進み、宝箱、釣り、穴掘りも見つけたら優先して回収しています。ボスが出現した後でも近くに宝箱や採取スポットがあればそちらへ寄ってからボスへ向かっています。かなり緩めに探索しながら回っているので、ボス討伐だけを目的にするならもう少し時間は短縮できるはずです。今回の報酬にはこれらが全て含まれています。逆にクラフト素材、食事や食材、消耗品などは集計していません。このあたりは動画内の実際の周回シーンから見てもらえればと思います。こちらが7マップ分の集計結果です。火種は合計24個、欠けたジェムとまだら模様のジェムを合わせて18個、ルーンが6個、変異素材は合計186個、そして武器、防具、スペシャル装備、指輪を合わせた装備品は合計162個になりました。今回はドロップした武器と防具を基本的に全て拾い、周回後に種類ごとに整理して数えています。細かい数字は画面に出しておくので、ここからは特に気になった項目を見ていきましょう。まず火種は合計24個です。内訳は落ちた火種が9個、精髄の火種と後期の火種がそれぞれ4個、崇高な火種が3個、その他の火種が4個です。今回の動画内で通常マップやセニムのルツボと同条件の比較をしたわけではありませんが、これまで実際にエンドコンテンツを周回してきた経験も含めると、火種集めはペステレンスの方が圧倒的に効率がいいです。セニムのルツボは道中の敵から装備や素材が少々ドロップするものの、宝箱は基本的に10層の残響の騎士を倒した後、最応に置かれている5個です。どちらかというと武器、盾、指輪といったスペシャル装備を狙うコンテンツだと思っています。一方ペステレンスでは敵のドロップ、ボス討伐報酬、宝箱、釣り、穴掘りと火種を拾える機会がかなり多いです。単純に抽選される回数そのものが違います。またペステレンス中は通常マップとは宝箱の配置自体が変わり、最大サイズの宝箱が多く出現します。ただしこの宝箱の配置や数が疫病の強さによって変わるのかまでは現時点では確認できていません。いずれにしても火種を集めたい場合はペステレンスを周回するのが一番おすすめです。次に装備です。武器、盾、矢筒が53個、防具が104個、スペシャル装備が3個、指輪が2個、合計で162個になりました。今回は武器については有用ファセットによる選別をしていません。武器は使うビルドや攻撃方法によって欲しいファセットがかなり変わります。こちらで一律にこれは当たりと決めるより単純なドロップ数として見た方がいいと判断しました。一方防具については俊敏、神秘、笛、俊足、必死、この5種類を有用ファセットとして集計しています。防具104個のうち有用ファセットがついていた防具は27個、割合にすると約 26% です。
だいたい4個に1個は今回設定した有用ファセットのどれかがついていました。ただしここで注意したいのは、使いたい防具の使いたい部位に欲しいファセットがつくかという話は別だということです。有用なファセット自体は割と出ます。とはいえ、狙っている防具ベースに狙っているファセットがついた完成品を拾うとなると、それなりの周回数は必要です。なので装備厳選については有用ファセット付き防具はちゃんと出る。ただし、狙った組み合わせを手に入れるには回数が必要くらいで見ておくのが良さそうです。次に変異素材です。今回ドロップした変異素材は合計186個。内訳は変異した剣が114個、変異した骨髄が53個、変異した外角が19個です。ただし変異した剣の114個は今回供物として消費した分を戻して計算したドロップ総数です。全マップを疫病の強さ4にするため1マップにつき変異した剣を8個、7マップで合計56個を消費しています。そのため実際の手持ちとして増えた変異した剣は58個です。骨髄と外角は消費していないので全て合わせると今回の変異素材は合計130個の純増になりました。少なくとも今回の周回では供物として変異した剣を使ってもそれ以上の変異素材が戻ってきています。つまり安定してクリアできる状態であれば変異素材を使いながら次のペスティレンスへつなげていきます。とはいえ骨髄や外角は装備のグレードアップにも使えます。全てを供物にするのが正解という話ではありません。装備強化に使う分を残しつつ比較的集まりやすい変異した剣を中心に周回へ回すのが扱いやすいと思います。今回の7マップにはエリアレベル26、28、30のマップが含まれています。ただ今回はマップごとのドロップ率を比較する検証にはしていません。映像を見直せばマップ別に数えること自体はできます。ただ7回程度では上振れ、下振れの影響がかなり大きいです。例えば今回最もレア度が高いと思われる崇高な火種はエリアレベル26のボス討伐報酬から出ています。一方、エリアレベル30のマップでは出ない場合もありました。そのためエリアレベル30なら必ずエリアレベル26よりいいものが出るとは今回の結果だけでは言えません。今回はあくまで7マップ全体を回った場合の報酬例として見てください。同じく難易度による報酬差も比較していません。今回はハードの語られざる道で回っていますが、難易度によって報酬量が変わるかまでは未確認です。実際に7マップ回ってみた感想としては、やはりペスティレンスは報酬がかなり多いです。火種は約1時間で24個、装備についても160個以上拾えています。さらに次の周回に必要な変異素材も増やせます。つまるところ、火種集め、装備更新、ファセット厳選、変異素材の補充、これらを同時に進められるコンテンツです。もちろん狙っている火種や装備が必ず出るわけではありません。7マップ程度では出ないものもありますし、欲しいファセットと防具部位が噛み合わないこともあります。それでも報酬目的で周回する価値は十分にあります。スペシャル装備をピンポイントで狙うならセリムのるつぼ、火種、通常装備、ファセット、変異素材まで広く集めるならペスティレンス。大まかにはこのように使い分けるのが分かりやすいと思います。それではまとめです。ペスティレンスを7マップ約1時間回った結果、火種は24個、装備は162個、有用ファセット付き防具は27個、変異素材は合計186個ドロップし、消費分を引いても130個の純増になりました。今回の結果は7マップ分の一例なので、毎回全く同じように出るわけではありません。ただ、火種、装備、変異素材をまとめて集められることを考えると、ペスティレンスは報酬目的でもかなり優秀です。特に火種を集めたい場合は、まずペスティレンス周回をおすすめします。最初から疫病の強さ4へ挑む必要はないので、ご自身が安定してクリアできる強さから始めてみてください。ペスティレンスの基本的な回し方については、以前の解説動画も合わせてご覧ください。というわけで今回はペスティレンス7マップの周回検証でした。少しでも参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。またね。